レッスンが終わりました。これからテニスの王子様の映画劇場版龍馬二人の侍を見に行きます。今日は日比谷の映画館を選んでみました。最近ね、日比谷に来ること多いし、引っ越してからすごい行きやすい場所になったから選んでみたけど、すごい日比谷ってこういう場所なんだね。日比谷公園です。初めて来ました。ここでね、音楽ライブとかもやったりするよね。今日のレッスンは松田聖子さんの赤いスイートピーを歌いました。レッスンでやったのは初めて。いや、嬉しい。こんな素敵な歌が歌えるのと、人に歌いたいって言えること、私はそっからだから言えたの嬉しかったし、先生もやろうって言ってくれたの本当に嬉しかった。で、今日は、細かい発音のポイントとかも教えてもらったけど、サビの声量、ボリュームを出すっていうところをアプローチしてやってみて、でそれができた。もちろんまだまだだけど、今までの自分のこうダイナミックさに欠ける歌と比べてこう出そうと思って、こう今自分が体を使える分を使ったものがちゃんとこう響きになったっていう実感があったのがすごい嬉しかったし、実りのある時間だったなって思います。春色の汽車に乗って駅に連れて行ってよ。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、なぜ知り合った日から半年過ぎてもあなたって手も握らない。 I will follow you、 あなたについて行きたい。 I will follow you、 ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺に咲いた赤いスイートピー。ファローの発音を気にするの忘れてました。ここかな？ここが野外ステージですかね。なんか好きだな、ここら辺本当に。なんかジョジョを見に帝国劇場に来た時に道わかんなくて、二重橋前っていう地下鉄の駅見て、何ここ二重橋前って何みたいなこと言ってたのを動画にも撮ってるんだけど、それを言ってからというものの、その次の日が引っ越しの日で、違うわ、その次の次の日か、引っ越しの日で、自分の住んでるところからなんていうの、すごいよく行く駅だっていうことも分かったし、そこの近くで仕事があったりして、なんかね、一回気づいてからね、すごいここに縁がある。帝国劇場の近く、それが嬉しい。そしてまた映画館の場所わかんないけど、多分ここら辺です。一つ言いたいことがある本当にのろまだよね。
大丈夫だからいっそ星の歌聞こう見覚えのある景色になってきました。ここまっすぐ行くときっと帝国劇場、あれだ、こちらです。東京宝塚劇場と東宝シネマ来ました。しかもシアタークリアもある。めっちゃ聞いたことあるシアタークリアって。雨止んでよかったね。最後の龍馬楽しもうね。本当に最後の龍馬の応援上映楽しみます。着きました。最後の応援上映、私にとって大切な映画なので思いっきり遠慮せず楽しみたいと思います。ありがとうございました。見てきました。北もまジャージ着たまま夜遅くまでやってくれてありがとうございます。龍馬見てきました。ありがとうございました。今日もやってくれて、最終日行かせてくれてありがとうございます。1年10ヶ月前に見た時とは今は全然違う見方でした。全く向き合い方が違くなりました。それも帰って動画にできたらちょっとだけ喋りたいなと思います。龍馬、今までありがとうございました。まず言いたいのは、龍馬に私が出会ったのは2022年の5月30日、31日なんですね。宇都宮で応援上映がやっていて、それに運よくね、その存在を知ったから行けたんですけど、その時はテニプリを好きになってまだ1ヶ月未満、ちょうど5月に好きになったので30日経ったぐらいの時で、テニプリってほんとすごいコンテンツだな、こんなものまで作っちゃうんだっていう、そのひたすらにこう楽しませてもらってる側だったんですよ。初めてね、キャラクターソングなんてものがあるアニメとか漫画メディア作品に出会ったし、その歌もただあるだけじゃなくて名曲なんですよ。歌詞もメロディーも自分の好みだし、で聴いてるだけで勇気をもらえるし、最初 Dear Prince っていう、私も歌の動画ね上げてるんですけどその曲から始まるんですけど、そのね、原作者の好み先生が作ってる歌も他のキャラクターが歌ってる歌も本当に聴いてて元気になるんですよ。私はその2022年の5月に龍馬初めて会った時には本当に衝撃を受けて、世の中にこんなに楽しいコンテンツを作ってそれを仕事にして人を笑顔にしてる人たちがいるんだっていう、そのこんな世界ってすごいな、素敵だなっていうのを感じてたんですよ。それが約1年10ヶ月前ですね。でそっから1年10ヶ月経って今思うこと、そしてその1年10ヶ月前と違うことは、今は私は次のこれに出るぞって思ってること、次は私がこのスクリーンの向こう側で歌って人を笑顔にしてるよって思って見てました。そういう風に見方が楽しませてもらってる側から、そのもらった分の元気を私はこうやってね、次は私がっていう風に変えられてる。それが一番の違いだし、1年10ヶ月で人ってこんな変わるって思いました
で、エンドロールね、全部終わってエンドロール見てるときに、わあ、ありがとうって思いながらね、みんなスタッフさんとか声優さんの名前とかね、好み先生の名前とか見てて、で、いや、次は私の名前がここにあるんだと思って、エンドロール見ながら、私の名前がある、そして一緒に共演したい人の名前もあると思って見てたんですよ。そしたら、ちょうど、あるって思った次の瞬間に流れてきた、この塊、セクションの中に、字は違うけど、同じミサトってきっと読むね、人の名前が出てきて、ほら、と思ってそのね、そういう私は偶然の、そういうことにね、いちいち喜ぶタイプなんで、ほらね、と思って、これはあるぞ、と思って、見てました。っていうね、その1年10ヶ月の間に、自分がテニプリ、そしてテニミュからもらった元気のでかさと影響力の強さと自分の心の持ちようとか行動のね、変化の大きさにね、驚くような、そんな感じでした。この1年10ヶ月の時間の中で、とても1年10ヶ月とは思えないんですよ。10年ぐらい、もう10年分ぐらいのいろんな感情を私は味わったなって思うくらい、たくさんの初めての気持ちも、初めての体験も与えてもらって、こんなに密度の濃い1年10ヶ月だったのかっていうのを感じましたね。これもね、その5月30日に行った時の特典なんですけど、毎回ね、応援上映って今日は何々学校の応援上映の日とかそういう決まってて、で、たまたま私が最初に龍馬っていう映画があるよって知って見に行けたのがこのアンダーセブンティーン特典の回だったんですよ。アンダーセブンティーン応援上映の日。で、アンダーセブンティーン応援上映の日は後にも先にもこの1回しかなかったんですよ。だから私がこの龍馬の映画があるって知ったのがあと1週間遅かったらこの日には行けなかったし、っていうのを考えるとマジでタイミングも良かったなって思います。本当に。どれだけ待ってもこの1回しかなかった、その後も。だから本当にね、嬉しい。この時はまだ徳川和也くんのことね、多分好きじゃなかったのかな。まだ真剣に読んでないからね、多分この時って。読んではいたかもしれないけど、まだ多分本当に単行本もあんまり買ってない時だったと思うんですけど、本当にこの時からなんかね、タイミングって良かったなって思います。手塚くんのね、が龍馬くんを助けてくれるアドバイスをしてくれるシーンがあるんですけど、なんかテニスを思い出せ、越前お前なら一番苦しい時リターンをどこに返すっていうね、こと言ってくれるんですけど、その声の、沖合ゆさんの声の良さと、その手塚くんの今までのね、信頼と、その、セリフの強さと言ったらもうガチ泣き。いや、もう本当に跡部様の時もいいんですけど、この沖合ゆさんの声の深さと説得力って、本当にすげえと思って、心に響く声ってこういうことだよなって思いましたね。さすがーって思いました。あとはね、今本誌ではもう日本代表のスペイン戦が始まってるので、スペイン戦みんな頑張れって思いながらね、最後のアンダーセブンティーンとかが出てくるね、そのライブ部分というか応援上演部分を見てました。和也くん頑張れって。りょうがくんとりょうまくんの物語でもあるから、これからシングルス2どうなるんだろうって、りょうがくんとりょうまくんの試合どうなるんだろうっていうのと、それをきっと超えてくる徳川和也のシングルス1の対決。頑張れ
と思って、もうその気持ちで頑張れと思って見てました。この新テニスの王子様の主人公だから、和也くんは。頑張れって、頑張れ。でも、和也頑張れって叫ぶつもりで見てたけど、なんかそんな暇はなかったですね。頑張れって、私がどれだけでも力になるからって思って、和也くんが映ってるシーンはね、見てました。それも1年10ヶ月前とは違うところ。だし、一番最後に見たの、レボライの次の時だから、まあ1年半前ぐらいに見たのが多分最後かな。その時は、もうゴリゴリにアンダーセブンティーン好きだったし、徳川和也くんのことも好きだったけど、その時にも思ってなかったこと。だけど今はもう一緒に戦ってる気持ちだし、頑張れ、私が力になるからって思って見てました。私が今こうやって歌ってること、歌が好きって気づいたのは、龍馬のおかげでもあるんですよ。テニスの王子様のおかげでもあって。この龍馬見に行った後に私はよくカラオケに通ってたんですよ。キャラソン素敵な歌いっぱいあるなと思って。で、そのカラオケに通ってた日々がめちゃめちゃ重なって、本当にこのテニプリに出会った年が人生の中で一番カラオケに行き始めた年だったんですけど、歌って楽しいなって思ったし、私これから歌っていきたいなって思ったのも、自分が一番何にこれまで時間を使ってきたかって考えたら、ずっと歌ってるなっていうことに気づいたからなんですよ。自分が時間をかけてるものに自分はなってくんだから、じゃあ何に時間をかけて何になっていきたいかなって考えたら、私はほとんどずっと歌って過ごしてたから、じゃあそりゃ歌いたいよね。これから先も歌いたいよねっていうふうに考えたので、歌が好きだってことに気づかせてくれたのもテニスの王子様の曲のおかげなんですよ。で、その曲に出会わせてくれたのも、この龍馬っていう映画のね、影響が大きいところもあって、カラオケに行く勇気をくれたのと、歌に出会わせてくれたのと、歌う時間を増やしてくれたこと、歌が好きだって気づかせてくれたことっていう、本当にいろんな種類の感謝が龍馬にはあります。で、本当に龍馬に出会った時は病み上がりみたいな感じで、ずっとね、私の心は前向きで元気だったんですけど、どうしても嫌なことを乗り過ごさなきゃいけない時期に、龍馬があるから、私は今日大学に行けるっていう日が何回もありました。今日は池袋で龍馬やるから、じゃあもうそれ言っていいから大学行こうみたいな。で、12月とかね、それで行けた日もあったし、それがあるから、一番踏ん張りたい時に、もうなんとかね、やりきれたし、本当に心を前向きに明るいまま1年間ずっと、その前に進ませてくれて、で、その先にね、テニスの王子様のミュージカルと出会わせてくれました。そうやってね、私の顔を上げて、なんとかね、その次の日に行こうっていう風に足を前に向けさせてくれた龍馬という作品、本当にありがとうございました。上映が始まったのは私がテニスの王子様を好きになるもっと前の時だったし、普通の映画だったら私がテニスの王子様を好きになった頃にはもう上映期間は終わってる。だけどすごいロングラン、結局2年ぐらいしてて、私がテニスの王子様を好きになってからもやってたから、私は出会うことができたから本当に、映画以外のことにも言えるけど、こうやってテニスの王子様のコンテンツを長く長く続けてくれた、他のね、ファンの皆様、支えてくれてるファンの皆様にも本当に感謝してます。長くね、続けてくれたのはね、他の方がテニスの王子様をもうたくさん愛してくれたおかげでもある。その結果、私は
このコンテンツに出会えてるから、本当に他のね、フォロワーさんもそうですし、まだ会ったことのない方もそうですし、テニスの王子様を支えてくれ続けてきたファンの皆様、本当にありがとうございます。でね、宇都宮でもね、上映してくれて本当にありがとう。そして、その応援上映でもね、一緒にペンライトとか、そういう応援グッズとかでね、盛り上げて、最高の時間を作ってくれたのも、やっぱり同じテニスの王子様が大好きな他のね、ファンの皆様なんですよ。ファンって言い方もしかしたら嫌な人いるかもしれないけど、王子様が好きなお姫様たちが、その楽しい時間をね、作品だとか声優さんだけではなく、王子様を愛する皆様たちが、私に楽しい時間をくれたんですよ。だから、本当にそこに感謝してます。ありがとうって思ってます。ありがとう。またね、こういう作品に、私は次は、作品を構成する側としてね、参加したいなと思っております。はい。最終日もね、日程的にもしかしたら行けない可能性もあったけど、行かせてくれて、本当にありがとうございます。火曜日のね、夜、レッスンが終わった後の時間にね、行ける時間に、日比谷でね、やってくれて本当にありがとうございます。本当に感謝でいっぱいの作品です。次はね、ぜひ、今の高校生たちも映画にしてほしいです。映画に限らずね、アニメもグッズもそうですけど、和也くんとか、しゅうさんとかね、月さんたちのお話もぜひ見たいので、その時は、ぜひね、それがあることをね、楽しみに待ってます。そして私も参加したいです。はい。私はね、これはこれで一つ区切りとして、また自分がやるべきことを一つ一つやって、自分も、沖江優さんとか、永井さんとか、もちろん皆川さんとかね、諏訪部さんのように、声とか演技とか歌で、人をね、見せて、元気にね、できるような人になっていきたいなって思います。そうできるためにね、一つ一つを毎日重ねて、地道にコツコツとゆっくり、小さく一歩一歩やっていきたいなって思います。はい、終わります。ありがとうございました。